皆さんこんにちは。トニー高谷です。今日はキハ82の屋根周りの加工を行ってクーラーなどのパーツが取り付けられるようにします。まずは屋根に開いているほとんどの穴を埋めます。その理由の一つはこちらのファンと排気送風機が内ばめ式でパーツと屋根板との間に隙間が生じるためと、パーツが外れた際に床板を取り外す必要があってメンテナンスが面倒だということです。もう一つの理由はこの勝見のキハ82が初期型の車両を模型化しているため、2両のうち1両を製造時よりクーラーを増設した後期型に変更したいからです。それでは作業を始めます。まず穴を塞ぐための真鍮板を切り出しました。これらを屋根の内側にハンダ付けしていきます。屋根のカーブに合わせて指で塞ぎ板を曲げます。塞ぎ板をハンダ付けします。ハンダゴテの動きが制限されてしまうので、アングルを取り付ける前に行った方が良かったかなと思います。穴を塞ぎ終わりました。今度は表側のへこみを埋めます。ファンの部分にはめ込む真鍮板はそれほど正確さは必要がないので、金属用のハサミで切り出します。裏側にはハンダメッキを施しました。こちらは長方形の板と小さな切れ端とで埋めています。どちらもまだ少しへこみが残っていますので、全体にハンダをたっぷりとつけます。ハーフガーランドベンチレーターが取り付けてあった穴は直径3ミリの丸棒から切り出した小片で埋めました。こちらは後期型にしますが、クーラーの位置が変更されています。同じ場所を後で穴を開け直す必要もないので、ハンダでへこみを埋めます。すべての穴を塞ぎました。今度はヤスリで削って形を整えます。ヤスリによる成形が終わったところです。この後こちらのパーツを取り付けるための穴を開けますが、その前に内ばめから外ばめに変えるファンと
排気送風機はヤスリで削って高さを調整します。ファンは自作したいところですが、難易度が高く時間もかかってしまいますので諦めました。ストッパーの出っ張りを除去します。こうした方がヤスリで削るのが多少楽になります。所定の高さまで削った後、裏側のへこみを厚さ 1.2 ミリのプラシートで切り出したもので埋めます。接着剤を流します。接着剤が乾くまでしばらく置いておきます。排気送風機も同様に手を加えます。裏側にドリルで穴を開けます。ファンは厚みがあまりないのでドリルが突き抜けないように注意します。開けた穴にファンには直径3ミリ、排気送風機には直径2ミリのプラ棒をはめ込みます。この動画のタイトルに鉄道模型車両の金属工作とつけていますが、プラ製パーツも数多く市場に出回っていますし、私の場合床下器具を作るときにプラ板を使うこともたびたびあります。そのためタイトル通りではない作業が含まれる点はご理解のほどお願いいたします。ハーフガーランドベンチレーターは以前から買っておいたホワイトメタル製と思われるエンドウのパーツを用いましたが、屋根板との間の隙間を表現するスペーサーを削り取ります。代わりに 0.8 ミリのドリルで3箇所に穴を開けます。開けた穴に直径 0.75 ミリのエバーグリーンのプラ製の丸棒を差し込みます。真鍮線でもいいのですが、プラの方が後で削りやすいので使用しています。プラ棒を削って調節します。ファンやクーラーなどのパーツを取り付ける穴を開けます。まずはポンチの代わりに 0.8 ミリのドリルで下穴を開けます。次に所定の穴を開けてパーツをはめていきます。クーラーはすべて片方のパーツを取り付けます。後期型はクーラーの位置が変更になっています。位置の割り出しは手持ちの古い小高模型の図面や写真、ネット検索で出てきた図面や画像を参考にしました。そしてこちらの排風送風機ですが、ダクトが伸びています。本当はこちらのようにすっきりした姿にしたかったのですが、後期型といっても初期型登場時のわずか1年後ですが、後期型には新生時よりこの長いダクトがあったようなので仕方なく取り付けました。
幸いなことに加藤のパーツのストックがありましたので使用しています。このパーツは加藤のキハ82系が発売された時しか出回りません。大変貴重なパーツです。こちらは初期型ですが、クーラーが増設されています。これも加藤のパーツですが、2分割の構成になっています。このまま取り付けると屋根から浮き上がったようになりますので、一部を削った上で取り付けます。これで屋根上のパーツの仮の取り付けが終了しました。屋根に固定するのは塗装の途中または終わってからになります。まだまだ完成は先になりそうです。今回もご覧いただきありがとうございました。